世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。アニメや漫画、ドラマや映画など数多くの作品が世に出ていますが、あれ、あの作品と似ているな、なんて思ったことはありませんか？今回はハリウッドに衝撃を与えた日本アニメに関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画が参考になりましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは行きましょう。1999年に公開され、全世界で450億円以上の興行収入を記録したウォシャウスキー兄弟が監督の映画マトリックス。凄腕ハッカーの主人公が仮想空間と現実世界を行き来しながら人類を解放するために AI と戦う SF アクション映画です。以前、その大ヒット映画のマトリックスが押井守監督の日本アニメ映画広角機動隊の真似をしたとの疑惑が上がり、2つの作品を比較した検証動画が大きな話題を集めていました。ここで実際の映像を見てみましょう。黒い画面にグリーンの文字が流れるマトリックスコードや後頭部にプラグを挿すシーンなど、確かに酷似したシーンが多いように見受けられます。この映像が海外サイトで紹介されると、あまりにも似た演出の多さに外国人は衝撃を受けたようで、様々なコメントが数多く寄せられていました。ここからはその一部をご紹介しますので、一緒に見ていきましょう。海外の反応。似てる。確かに似てるけど、真似するのと影響を受けるのとではやっぱ違いがあると俺は思うな。俺は広角機動隊が大好きだけど、まさかマトリックスがパクってたとは、なんかショックだな。両方見たことあるけど、ストーリーは全く違うよ。似たようなシーンを投入したのはウォシャウスキー兄弟なりの敬意の表れじゃないかな。俺たちはこれらに影響を受けたんだぞってね。押井監督もブレードランナーに影響されてるし、マトリックスもアニメの影響を受けてるんだからオリジナルじゃないよな。広角機動隊はブレードランナーをパクったんじゃないの？ちょっと似てるくらいですぐにパクったっていうのいい加減やめない？ウォシャウスキー兄弟は広角機動隊からの影響を認めるべきだろう。彼らはコミックの熱烈なファンでもあったんだから。ウォシャウスキー兄弟はアキラや広角機動隊を参考にしたって認めてるよ。だからマトリックスは押井監督へのリスペクトを込めたオマージュだよ。まったくだ。それに今時誰も作ったことがないものを作るなんて無理だろ。どんな作品も多少は他の影響を受けてるもんなんだよ。これは盗作ではなくてインスパイアだ。そうよ。そんなこと言ったらスター・ウォーズだってそうでしょ。彼らの典型的な人物造形はギリシャ神話が元になってるって。広角機動隊ってそんなに衝撃を与えた作品かな。明るくて楽しめる映画の方が人気があるんじゃないの？欧米でアニメのファン層が増えたのは広角機動隊やアキラの影響が大きいよ。サイバーパンクものとしては2番目に素晴らしかったね。1番は間違いなくブレードランナー。何言ってんだよ。マトリックスだって素晴らしいストーリーとすごい特殊効果を持ってただろ。いや、広角機動隊の方がマトリックスよりストーリーが深くて将来起こりうる現実的な問題を扱ってるよ。俺もそう思う。広角機動隊の方が納得できる筋道の通ったストーリーだよな。この議論はもう終わりにしようよ。ウォシャウスキー兄弟は押尾監督の影響を認めてるし、押尾監督も間違いなくフィリップ・K・ディックの影響を受けてる。お互いの文化が影響し合うのは当然のことだろ。
シェイクスピアの作品にさえ元となる題材があったんだから。だからもうどちらが優れてるかを言うのはやめて、日本とアメリカの文化的協調の成果を認め合う方がクールじゃない？以上が海外の人々の反応でした。作品を模倣するのは良くないという意見と、影響を受けるのは当たり前と理解を示す声に分かれていましたね。ちなみにマトリックスの監督であるウォシャウスキー兄弟は大の日本アニメファンで、アキラや広角機動隊など様々なアニメを参考にし、映画に投影していると認めています。さらにプロデューサーのジョエル・シルバーはウォシャウスキー兄弟から広角機動隊の映画を見せられ、これを実写版にしたいと言われたことも話していました。今回のように感銘を受けた作品から多くのアイデアを得たと制作側が公言し、映像技術のレベルも高い作品はパクリではなくオマージュとして受け入れる人が多いようです。パクリというと印象が悪いですが、映画や小説、漫画やドラマは過去の作品からインスピレーションを得たり参考にすることは珍しくありません。そこでここからは反響が大きかった日本のアニメを真似したとされるアメリカ映画を2つご紹介していきます。1つ目は1994年公開のディズニー映画ライオンキングで、父を亡くした子ライオンが試練を乗り越え成長し百獣の王となるストーリー。これは日本漫画界の巨匠手塚治虫氏による1960年代のアニメジャングル大帝とほぼ同じで、監督のロジャー・アレーズも当初はジャングル大帝のストーリーを元にしているとインタビューにも答えていました。しかしプロットやキャラクター、いくつかのシーンが酷似していることをアメリカのファンやマスコミから指摘されると、制作者はジャングル大帝を知らず似ているのは偶然の一致と回答。その後制作スタッフ陣に確認すると、半数近くが知っており批判の声は高まります。この炎上を収めたのは手塚プロダクションで、もし手塚本人が生きていたら自分の作品がディズニーに影響を与えたというのなら光栄だと語っただろうという声明を出したことで、ようやくこの騒動は終わりました。ちなみにジャングル大帝ですが、連載開始から1年後に公開されたディズニー映画バンビに感銘を受け、当初構想していたものと内容が変化したと手塚氏自身が影響を認める回想を書き残しているのだとか。パクリとして批判されるかオマージュとして受け入れられるかの違いは、影響を受けたことを正直に認めるかどうかが大きいのかもしれませんね。2つ目は2010年公開、ダーレン・アノロフスキー監督でナタリー・ポートマンが主演を務めたブラックスワン。舞台の主演に抜擢され、潔白な白鳥と官能的な黒鳥の2つを演じることになった主人公が、プレッシャーにより徐々に精神が崩壊していく様を描いたサイコスリラー映画です。真似たとされているのは1997年公開、今聡監督のアニメ映画パーフェクトブルー。アイドルグループを脱退して女優への転身を図る主人公が、想像を絶する過激な仕事から精神的に追い詰められ、やがてアイドル時代の自分の幻影を見るようになっていくというもの。2つの作品にはライオンキングとジャングル大帝ほどの類似性はありませんが、大役を任された将来のスターがプレッシャーに押しつぶされ、もう一人の自分に取りつかれて、最後には事件につながっていくという大まかな流れは一緒です。またパーフェクトブルーの印象的なシーンとよく似た演出や設定がブラックスワンでもたびたび見られることから、パクリ疑惑が浮上しました。鏡の中に幻覚を見る、仕事を理由にした性の強要、殺人事件といったエピソードはパーフェクトブルーでも重要なシーンとして登場します。そして疑われている最大の理由が、ブラックスワンが制作される10年前の2001年に新作映画の宣伝のために来日したアノロフスキー監督とコン監督が対談していること。そこで気の合った2人は作品を共同で制作する話で盛り上がったりもしていたそうですよ。対談から10年後にブラックスワンが公開された際、パーフェクトブルーとの類似性が指摘されましたが、アノロフスキー監督は否定しました。対談の様子から両監督の関係性は悪いものではなかったことから、ブラックスワンはパクリ作品ではないという声が多いようです。似た感性の持ち主やリスペクトしている相手がいる場合、
比較されることが多いですが、似ているからパクリ、だから劣っているなどと決めつけずに、先入観なしで作品自体の良さに目を向けたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。芸術の世界ではやはり過去の作品へのリスペクトという部分が大きいのではないかなと私も思います。ではまた明日お会いしましょう。